どうも、あつしです。今回は一本を取られない受け身の取り方について解説をします。それでは早速始めます。一本を取られない受け身の取り方ということですけど、原則初心者の方は受け身を取らないといけないです。受け身っていうのは当然投げられた時に怪我をしないために受け身を取るっていうことで、柔道を習ったら一番初めに習う技だと思います。受け身を取るっていうこと自体が、畳で手を打つっていうのが受け身を取るとっていうふうに言われることが多いと思いますが、受け身を取るっていうこと自体が体に適度に力を入れるっていうことが受け身だと思います。当然手を打つこともそうですけど、足を打つとか、あとは顎を引くとか、そういうことを全部ひっくるめて受け身を取るっていうことなので、初心者はまずはこう投げられた時に怪我をしないようにしないといけない。でそれが自然と自分で考えなくても受け身が取れるようになるっていうことができて、初めて一本を取られないようにどうするかっていうところになっていくんですけども、先ほども言った足に力を入れておくっていうのが、投げられた時にこういうふうに取るのがいわば受け身を取ると。で手を打つっていうのもそうなんだけど、足でしっかりと畳を打てるようにならないと、投げられた時に痛いっていうふうに感じる。脱力してしまうと、投げられた時にこうガチンってなっちゃうと、こういう投げられ方だと結構足が痛かったりするので、そうではなくて投げられた時に、適度に力を入れておく。当然顎も引いておかないといけないし、今は綺麗に投げてもらったのでこういう感じで受け身を取れるけど、試合とかになるとこの後に相手がグッとこう乗ってくると、その時に体の力が抜けてしまうと、要は肋骨とかそういうところが損傷しちゃうことがあるので、適度に体に力を入れていくっていうことをまず身につけておかないといけないというのが大前提。初心者の人は投げられた時にまず受け身を取れるようにならないといけない、体に適度に力が入るようにならないといけないということ。でそれができて試合とかに出ると、背中がついてしまうということが、一本の基準になってしまうので、なんとか背中をつかないようにすると。怪我をする原因としてやっぱこう手を出してしまうというかね、手をつこうとするということが多いと。背中をつかずにとか投げられないようにすると、ここでこう手が出てしまうと。で手をついてしまうと当然怪我のリスクが多くなってしまう。肘だったり肩だったり手だったり全体的に怪我をしてしまうリスクが多いので、まずは手をつくっていうことをしたらダメと。肘もそう。後ろに投げられた時にこういうふうに肘をつくと、肘をつくと今のルールだと有効は取られてしまう。一本ではなくすることができるんですけど、肘をつくことも肩とかこの検査関節っていうところを怪我することがあるので、なるべく手をだったり肘をつかないように一本を取られないようにすると。ではそのためにはどうするかっていうと、体をひねると。体をひねってなんとか背中をつかないようにするって。そのために前受け身。普段の練習だとこう前方回転受け身とか後ろ受け身とかっていうことを練習することが多いと思います。初心者の時にはこういう受け身があるよっていう感じで前受け身をすることがあると思うんだけども、前受け身ってこういうふうにこういう受け身が前受け身と。前受け身は体が畳につかないようにちょっと浮かせておくっていうのが前受け身のやり方なんですけども、顔とか体を打たないようにうまく体をひねるっていうことができると一本を取られなくすることができる。こう例えば後ろの技、大内刈りとか小内刈りかけてきた時には、こうかけてきた時にはこういう感じの受け身を取るというかうつ伏せになる。その時に体を浮かそうと思って力を入れてしまうと、これも投げた後に相手が覆いかぶさるっていうか上に乗ってくることがあるので、今みたいに脇を締めるようにしてこういう感じでうつ伏せになるということが一本取られないようにする受け身の取り方。体に力が抜けてしまうと上に乗られた時とか、あとはこう顔を打ってしまうことがあるので、顎を引きつつ顔を打たないような適度に力を入れておくっていうことが必要になってくると。あとは投げる方はこう投げる時に最後まで持ってなさいよっていうふうに言われるんですけど、技をかけられてからこのまま持ったまま体をひねってしまうとうつ伏せになることができないので、投げられてしまうなと思った時点で手を離して自分からうつ伏せになるようにするということも一つの
一本取られない方法です。投げられそうになって一本取られそうになったらちょっと体をひねると。でその時に適度に力を入れておくっていう受け身の取り方をすると。前の技だとこうやって自分から勢いよく飛んでうつ伏せになる。そうすると、背中をつかずに、投げられることができる。自分から勢いよく回ってうつ伏せになるっていうのが一つ。これも当然手をついてしまったらできないですので、技にかけた時に勢いよく自分の体を回してうつ伏せになるっていう方法。あとは一流選手ぐらいの身体能力が高くないと難しい方法だと思うんだけども、今はこう投げられてる方向に対してこういうふうにうつ伏せになる。だけど今反対にこうかけてきた時にあえてこちら側にこういうふうに回るっていうかな。投げられる方向と反対方向に自分からこう飛んでってうつ伏せになるっていうような受け方。自分から回る方向が相手のこう投げる方向とは反対方向に回る側転をするような感じっていうのかな。こっちからこう行くんじゃなくてこちら側にこういう感じで受け身を取る。うつ伏せになる。こちら側からこういう感じでうつ伏せになるっていうのを、海外の選手とかがよくこんなような受け方をするので、これはなかなか瞬間的にそういうふうに回るっていうのが難しいかと思うので、こういう方法もありますよというぐらいで、この辺のところは練習とかしていかないとなかなか反対方向に回るっていうのは難しかったりするので、これを、今ちょっと低い背負い投げでやりましたけども、内股をかけられた時にこういうふうになんていうんだ、こういうふうにっていうかな、受け方をする人も海外の選手で結構見たりするので、要は投げられる方向と反対方向に自分からこう飛ぶっていうか回ってなんとか背中をつかせないような受け方っていうことをする人もいる。あとヘッドディフェンスっていうのもこれはシニアだと大丈夫なので、今のは自分から勢いよくと回ってたのをかけられたのをこう頭をついて頭を軸にしてこう回るっていう、こう背中をこう体を丸めて回るっていうよりもおでこ頭をついてそこを支点にして体を返してなんとか背中をつかせないようにするということも今のルールでは、シニアでは問題ないので、こういうふうになるべく一本を取られないように、一本を取られてしまうとそこで試合終了になってしまうので、一本が取られないように有効技ありで止めておいて次、試合が続くということを考えると一本取られないようにするっていうのも、勝つ上では結構大事なことだと思います。ただどうしても無理してしまうと怪我につながってしまうので、初心者の人は特に受け身を練習してまずは怪我をしないようにするというところ、そこができて試合に勝とうとか負けたくないということになると、この受け身を取るっていうところからいかに怪我をしないで受け身を取るようにすると、そこら辺の兼ね合いが難しいところですけども、こう練習をしていったりとか、技術が上がっていくと適度に力を入れることができる。この受け身っていうのはさっきのこう手を出すっていうのも体の反射として急に手が出ちゃうのをこう手を出さずに体をこう回すとかっていう技術技が受け身っていうものなので、ここの手を出さずにうまく体を丸めて背中をつかせないようにするとか怪我をしないようにするっていうような受け身の技術っていうのもぜひ練習してみてください。今回は一本を取られない受け身の取り方ということで解説をしました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。よくこう畳で手を打つっていうのが、これも体とか体を打たない、顔とか体を打たないようにこのまんま大違いだとどっちだ、こっち側か。こっち側だと相手の、前の技だと体の身体能力が高くないと。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。